はい、皆さんこんにちは。旅する花屋、古磯新こと、太田新平です。はい、皆さんお久しぶりでございます。はい。年末ちょっと忙しくてなかなかね、動画上げれなくて。はい、作成動画とかはね、あとショート動画とかは、いつも通り上げてたんですけども、はい、いつも皆さん見ていただいてありがとうございます。はい、で、今回なんですけども、年末にもお話ししていたと思うんですが、花屋のね、新しい会を、結成しようと。決めたんですけども、その名前をね、皆さんにも、候補出していただいて、決定することができました。はい、今回はその動画になってます。はい、それで早速なんですけども、新しい会の、名前なんですけども、こちらになります。花道。はい、シンプルイズベストですね。はい。花屋の、集まりということでね、花という文字を使いたいなっていうのと、やっぱりシンプルに、伝わりやすい、名前の方がいいのかなと思いまして、この名前にしました。はい。それで、僕たちの仕事はね、聖火祭壇業界というね、葬儀の仕事に携わっている仕事です。で、聖火祭壇というのはどういうものかというと、葬儀に使われる装飾ですね。お花でね、飾ってある祭壇に飾る、装飾のお仕事をしてるんですけども、人の人生の最後の、セレモニーが葬儀ということなので、それを、彩る花でね、飾るという仕事をさせていただいているので、最後の花道を、飾るという意味合いも込めて、花道という名前にさせていただきました。ありがとうございます。はい、それでですね、せっかくなんで、花道、どういう活動をしていくかというのもね、簡単に説明させていただきたいと思います。はい、花道、この会なんですけども、どういった目的で、活動するのかっていう話なんですけども、聖火祭壇業界のお花屋さんだとか、あとは、葬儀屋さんですね。はい。が、困っていることを解決する、会になってます。はい。ただ、どういうことをやってくれるのかっていうのがね、多分さっぱりわからないと思いますので、今までね、僕がやってきた活動の中で、事例ですね、をね、簡単に、説明していきたいと思います。はい。一つ目、大型聖火祭壇の施工。これね、結構、一番多いですかね。はい。お花屋さんっていうのはね、小規模な、お花屋さんが非常に多くあって、地域密着型で、ビジネスをしている、お花屋さんが多いんですよね。地域によっては、大型のね、聖火祭壇の依頼っていうのが来るんですよ。どんな地域にもね、地元のね、名士がやっぱりいらっしゃって、それだけね、有名な方、貢献した方であれば、葬儀を執り行うときに、たくさんのね、人数が来ることが、予想されます。で、そうすることで、大きな会場をね、確保しなきゃいけなかったり、大きな会場に見合ったね、聖火祭壇を作らなきゃならなかったり、そういった準備っていうのがね、結構大変になってくるんですけども、もともとね、小規模でやってるお花屋さんたちは、大型のね、聖火祭壇を施工するためのね、人材確保っていうのをしてないところが多いんですよね。さらに、最近ね、家族層がね、急増して、急激に増えてきてるんですけども、家族層がね、多くなってくるということは、大きな聖火祭壇を作れる指し手が少なくなるっていうことなんですよね。経験がないですからね。そういったこともあって、時代の流れに合わせて、ビジネスっていうのはしていくもんだと思うんですけども、お花屋さんももちろんその通りで、家族数の仕事がね、たくさん入ってくるのに、大きな聖火祭壇を作れる指し手が欲しいなと、会社は思わないので、そういったね、準備っていうのはしてないところが多いと思うんですよ。で、さらにね、これからね、2025年から、超高齢化社会始まりますけども、そうなることで、たくさんのね、方が、旅立つことを予想されるんですよ。なので、これからより一層ね、家族層の需要っていうのがどんどん増えていって、大きな、聖火祭壇をさせる、さすチャンスがある指し手っていうのが、本当に少なくなってくると思います。仕事断るわけにもいかないと思うんですよ。できなくてもね、やってくれる人がいないんで困ると思うんでね。そういった時に、僕たちのメンバーが、いろんな形でね、お手伝いしに行って、代わりに、聖火祭壇の方を、施工させていただくというね、そういったね、お手伝いになっております。はい。で、次ですね、2番目ですね。技術者の派遣。
ですね。これも青果祭壇の、大型青果祭壇の、お話とも近いんですけども、最近ね、経営者のね、高齢化っていうのもね、進んできていて、最近聞くのが、やっぱりちょっと体調を崩してしまって、入院しなきゃならないだとか、ね、経営者の方しか、青果祭壇させないとか、そういったね、お花屋さんもやっぱり中にはあるんですよ。それで、経営者の方がね、入院されてしまっては、青果祭壇の仕事はそれでも来るわけなんですけども、成功できる人間がいない。そういった時に、仕事が入った時にね、声をかけていただいて、技術者を派遣するというね、そういったこともね、やっていきたいなと思ってますし、今までもね、やってきてはいたんですけども、これも引き続きやっていきたいなと思っています。はい、3番目ですね。情報交換のコミュニティですね。はい、先ほども言ったと思うんですけども、お花屋さんというのはね、地域密着型のお花屋さんが、ほとんどです。で、さらに、小規模のね、従業員が10人未満のお花屋さんが多いのかな。はい、なんですよ。そしてどうしてもね、葬儀の仕事に携わっているということで、いつ仕事が入るかわからない。はい。っていうね、業界にいるので、なかなか地域外の、お花屋さんたちと情報交換する機会っていうのが本当に少ないんですよ。なので、同じ地域のね、お花屋さんたちとは交流はね、市場で顔を合わせたりだとか、そういった方もやっぱりいらっしゃるんですけども、なかなかね、要は同じ地域のお花屋さんってことは、言い方変えればライバルっていう話になってしまうので、なかなか腹割って喋れない部分っていうのはやっぱりあるんですよ。そういったことも含めて、大きなね、広い、範囲でのお花屋さん同士の交流があれば、ちょっと自分のところに足りてない部分だったり、自分たちがやろうとしていることが正しいのかどうかだったり、いろんなことでね、情報交換ってしていけると思うんですよ。ね、で、従業員としてもね、やっぱり優秀な指し手の人がどういうふうにね、考えていつも作ってるのか、何を意識して作ってるのか、ね、もっと成長するためには何をしたらいいのかっていうね、情報って多分欲しいと思うんですよ。で、小さいお花屋さんで、僕が今まで見てきた中では、やっぱエース級の方っていうのはやっぱり一人ぐらいしかいないと思うんですよね。はい。一人がズバ抜けてバッと上手くて、後の人たちが、それに追いつこうと思って頑張って、練習してるみたいな、図が多いので、トップのね、その会社のトップの人が、上達しない限りは、なかなか下がね、その人を飛び越えていくっていうのは、あんまり正直見たことないんですよ。はい。なので、そういった技術面の向上に関しても、コミュニティの場でね、少しでもね、みんながね、上手になっていけるような情報をね、交換できればいいかなと思って、はい、やっていきたいなと思っております。はい、それで次、4つ目ですね。はい、人材紹介、マッチング。はい、これもね、もうすでに、何回かやっています。オッサンズバムのね、メンバーも何人か、実は僕が、お花屋さんね、紹介して、今働いてる方も何人かいらっしゃるんですけども、先ほども言った通り、花屋さんってやっぱ地域密着で、なかなか外に出れない。最近はね、労働環境もだいぶ変わってきたので、お休みをね、取ることもね、できるようになってきたんで、休みを使ってね、地域外に行くことっていうのはあると思うんですけども、僕がね、若い頃というか、10年ぐらい前であれば、本当に月に、何回かな、3回、4回ぐらいしか休みないことなんてザラにあったし、20年ぐらい前だったらもう本当月に1回しか休みないということも本当にありましたね。はい。そういったことをやってれば、もちろん、他のね、地域とのね、情報交換とか、交流っていうものは全くなくなるんですね。もう仕事と家の往復だけですよね。はい。で、他の花屋さんが果たしてどういった環境の仕事をしているのか、どういった労働環境なのかっていうのを、正直わからない方の方が多分多いと思うんですよ。僕もわかんなかったんですよね、本当に。はい。僕も札幌にね、38年間かな、ずっといたんで、
札幌のね、近隣の、花屋さんの情報しか本当にわからなくて、正直こっち来てちょっと驚いた部分って多いんですけども、本当にね、すごいいい給料もらってんなって思うところもあれば、逆にこんな仕事してんのにこんだけしかもらってないのとか、ね、こんだけもらってるのに休みそんなにあんのみたいな、はい、そんな花屋さんもあるんですよ。やっぱ本当って地域とか花屋、会社によってもう全然バラバラなんですよ。で、さらに言えば、その評価基準っていうのも、そのお花屋さんによって全然違って、ね、一昔前はね、ほんと10年、20年ぐらい前は、技術力が高ければすごい給料もらえるみたいな、そういった風潮が強かったんですけども、今はね、もう、成果サイダーを作る技術の仕事だけじゃなくてね、仕事を教えれる能力、教育ですよね。だったり、営業、いい取引先と契約するための営業、またはね、今取引しているところとの、つながりを深くするための、営業だったり、いろんなね、多岐にわたってね、仕事の幅っていうのをね、技術だけじゃなくて、他のこともね、やれるような社員っていうのが、こう、優秀な社員と、されてきている風潮があります。で、さらに最近はね、もう SNS でね、成果対談の投稿をしてる方も増えてきましたね。はい。なんで、SNS のね、フォロワーが多い、ね、人気になれるような、能力、投稿能力、そういったことも、これからはね、必要になってくるんじゃないかなと思います。若いうちからね、10代の頃からインスタグラムだとか、X だとか、TikTok とかも最近流行ってますけども、そういったものに対して、抵抗なくね、やってる方々の方が、いろんなね、ところでやっぱり、優秀なんですよね。はい。なんで、実はそういったね、SNS 戦略だとか、そういったことをやれるような、人材が欲しいっていうね、お花屋さんもやっぱり中にはあるんですよ。それで、企業側、会社側が、求めてる人材と、働き手が、求めてる、環境と、これをね、マッチングさせることで、業界全体がね、どんどん良くなっていくんじゃないかなと思います。ぜひ、相談していただければ、少しでもね、企業側としても、働き手としても、気持ちよくね、働ける、いい条件で働ける、ような、お花屋さんをね、見つけられると思いますので、こっちの方もね、力入れてやって、業界全体がね、盛り上がってくれればいいかなと思っています。はい。で、次、5つ目ですね。5つ目は成果裁断講習会です。これもね、もう何回も、やってはいるんですけども、成果裁断講習会、なぜ業界のために必要かというと、成果裁断の技術っていうのは、ある程度、最低限度っていうのはもちろん必要なんですよ。ただ、ずっとね、この業界で働いていくと、ある程度の年齢になってくると、成果裁断作れる技術以外の、仕事っていうのも、やっていかなきゃならなくなります。それがね、社員教育だったり、営業だったり、事務方の仕事だったり、いろんな、仕事が、あるんですけども、どうしてもね、この業界の仕事っていうのは体力仕事なんですよ。なんで、同じ技術力を持っている、社員であれば、やっぱり若い人の方がね、使いやすいっていうのが、通常なのかなと思ってます。はい、どうしてもね、僕も今40代、なんですけども、体力はね、20代とか30代の頃に比べたらもう、歴然に落ちてますよね。はい。なので、なぜ、成果裁断講習会技術って必要なのかっていうと、できる限り、早く、その会社のね、技術力を、最低限度のね、技術力を身につけて、技術的に、仕事の歯車に、すぐ入れるように、なることが大事で、その後にね、その技術以外の、勉強をするっていうことがね、時間を作ることが大事なのかなと思うので、昔はね、本当に成果裁断作れれば、良かった時代もあったんですけども、もう最近は、作れるだけじゃね、若い社員にね、仕事を与えれなくなってくる。なんで、最近たまに見るお花屋さんでも、花屋の高齢化が、
始まってます。なぜかというと、年配のね、ある程度の年齢になった人たちがずっと同じ、仕事、業務をやってるんですよ。すると、若い世代の人がね、入ってきても、なかなか、技術を習得するための、仕事に、つけないことがね、多いんですよ。そうすると、せっかくね、技術を習得しようと思って入ってきた若手は、いつまでたってもね、成果裁断の方やらせてもらえないということで、どんどん若い人が辞めていって、どんどん会社内の高齢化が始まってしまうっていうね、そういった悪循環の花屋も、結構見たことがあるんですよ。なので、技術はね、できる限り早く、習得して、その代わりね、他の仕事、他の業務の、勉強をしていかなければ、これからの花屋は、ね、成果裁断業界の花屋はやっていけないんじゃないのかなと思ってます。なので、できる限り早く習得するために成果裁断の講習会、ぜひぜひ、受けていただければいいかなと思います。でしかもね、成果裁断、他の仕事もそうなんですけども、できれば自分が作りたい好みに合った、講師、先輩に教えてもらいたいと思うんですよ。なんですけども、今まで見てきた花屋さんでなかなかその上下関係がうまくいってるなっていうところってほとんど見たことなくて、はい。なので、おっさんずマムのメンバー、これからね、花道のメンバーもどんどん増えていくとは思うんですけども、その中でも自分の好みに合ったね、成果裁断を施工作れるような、さしてからね、職人から技術の講習を受けるというのは、成長のね、速さにつながるのかなと思います。で、次、6つ目なんですけども、成果裁断の全国大会。はい。これは今まで、やってこなかったことなんですけども、ずっと実はやりたかったことなんですよ。で、なぜ全国大会がね、必要なのかというと、僕たちは、葬儀社あっての花屋の関係なんですよ。言ってみれば下請け業者なんですよね。なので、直接、ご遺族の方とか、お金を支払うエンドユーザーの方々とお会いすることっていうのはほとんどないんですよ。なので、どうしてもこう業界の中の、職人たち同士の、うまい下手、そこに行きがちなんですよ。なので、僕が言う全国大会っていうのは、一般の人に見てもらうための全国大会なんですよ。なぜなら消費者は一般の方々なんで、技術者同士の、競争というよりは、一般の方々がどういったものを好むかどうか、ね、そういうことを分かるような全国大会にしたいなと思います。意外と僕も作ってて思うんですけど、自分がこだわってるところとお客様が見てるポイントが違うなっていうことって結構今までもあったんですよ。それをどうやったら修正できるかなとは思うんですけども、こういったね大会があって一般の方々に見てもらって評価してもらうってことが、一番の近道なんじゃないのかなと思って、はい、全国大会、やりたいなと思います。で最後7つ目なんですけども、成果裁断の、世界への発展ですね。はい、今現在で、中国、韓国、台湾、ベトナムでは成果裁断はもうすでに、他のねお花屋さんたちが行って、指導して、現在もね葬儀に使われているっていう話は聞いてて、インスタグラムとかね SNS 見てても、海外の方々結構成果裁断作ってる写真載せてる方もいるんですよ。中国あたりはもう結構長く、やってて、もう今じゃ日本人と変わらないぐらいなね技術力を持ってる方々もいらっしゃって、ちょっと言うの忘れたんですけども、その成果裁断っていうのがそもそも日本発祥の技術なんですよ。はい、仏教はねインドでね、仏教自体は中国からね伝わってきたという話なんですけども、祭壇をね、お花で装飾して、菊でラインを作って何か形を作るっていうようなことをやり始めたのは日本が発祥なんですよ。はい。なんで僕はこのやっぱり日本発祥の技術をもっともっとね世界に広げていきたいなって、思っていて、さらにはね、仏教のどうしてもね仏教の国が多いので、
葬儀にね、聖火祭壇というのは使われることが多いんですけども、ヨーロッパとかアメリカあたりは、菊が葬儀の花だとか、和花だとか、そういったイメージって全くないんですね。はい。本当に、普通の一般のお店で、菊のお花とかスプレーマムのとか、お祝いの方にね、使われてることも結構あるので、そういう、偏った、ものの見方っていうのは、しない国が多いんで、そういうところで、芸術としてね、装飾としてね、取り入れてもらえたら、またね、日本のね、聖火祭壇というのも、再評価されていくんじゃないのかなと思って、はい、世界にね、広めていきたいなと思っております。はい、簡単に説明すると言って、だいぶ長くなってしまったんで、この辺で終わりにしたいと思うんですけども、はい、会の方もね、会の方、募集していきたいと思います。今、履歴書をね、会に入会するときに、履歴書、ベースを作ってね、そこに記入してもらって、こちらでね、簡単な審査をさせていただきたいなと思っております。もしよかったら、インスタや X などの DM で、僕の方に、ご連絡いただければと思います。説明欄の方にね、インスタグラムや X の、URL の方貼ってありますので、もしよかったらそちらの方から DM いただければと思います。あといろんなことで困ってる花屋さん、あると思います。従業員の方もねいらっしゃると思います。なんか困ってることあればぜひぜひ僕の方に、言っていただければ、できる限り、協力していきたいなと思っておりますので、よかったらそちらの方もよろしくお願いいたします。それでは最後まで見ていただいてありがとうございます。またね。